日本車の中古車は非常に値段が落ちにくいアメリカの現状について今日お話したいと思います。スティーブ的視点のスティーブと言います。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。アメリカのテキサス州に住んでおり、いろんな車好きとして長年いろいろ見てきた中で、一つ本当に気づいたことがあります。普通の中古車、国産車、アメ車、ヨーロッパ車などなどの車があると、買ってすぐに値段が何割か安くなることが普通なんですが、不思議に日本車、中古車、十何万キロ走行のものでも元の値段からそんなに落ちない。逆に元の値段より上がる日本車がものすごく多いことが多分日本人にも知られてないかもしれないんですが、アメリカ国内でなぜそういうふうになってるのか、なってきたのかということについて、アメリカ的視点、アメリカ人としての視点で、ぜひその話をさせてください。まず、何より日本のメーカー、自動車メーカー、その関連パーツメーカーの動力でしょうね。動力。70年代、自分はまだ若い時に、日本車は全然評価されてない時から、アメリカ国内でね、安くさいもの、走らないもの、壊れやすいものと言われてる、バッシングされてる時もあったんですよね。その時からの動力、アメリカ国内に工場を作ったり、アメリカの生活スタイルに合わせたりしてきた日本のメーカーの動力。でも動力だけがあっても仕方ないと思います。いい車を作ること。信頼、信用、使える、壊れない。何をされても何をしても、どんなにメンテナンスしないアメリカスタイルがあっても、走る日本の車が評価されてますよね。というのは、今アメリカでびっくりするかもしれないんですが、日本車以外のブランドの新車を買うよりも、日本車、中古車を買った方がまだいいと思っている人がたくさんいます。具体的にどれが一番人気がある、値段が落ちない、買って走らせても、どんなに走行距離が多くても値段が全く落ちない日本車ランキング、少しリストアップさせていただきました。ダントツ、ナンバーワン間違いなくあるのは、トヨタ、タコマ。タコマは、5万ドル前後の売り値なんですよ。3年から5年経っても、数万マイル、6万マイル、10万キロ前後の走行距離があっても、4万5千ドル台、4万ドル台前後でまだ売られるタコマ。タコマはアメリカでどう言われているかというと、死なない永遠に走る車として評価されています。なので、多少古くても、多少ぶつけられても、走行距離は10万キロ、マイル、6万マイル超えたものでも、まだ高く売れるのはタコマですよね。タコマといえば、印象的なのは昔からもあった、たまに今でもあるイメージなので、タコマをいろんなところから落としたり、あれしたり、もうぶつけたり、あれしたり、何されても死なない、動くタコマ。そういう映像好きだと言ってないんだけど、すごいなと思うんですよね。普通の車だったらもう一発でアウトなのに、何やられても何やられても全く止まんない、全く死なないタコマがすごいよね。次、同じトヨタ車でフォーラナー。フォーラナーはもともと4万ドルから5、6万ドルぐらいまでのオプションによって売られている車は、どんなに走っても、どんなに氷にやられても、うちはそういうフォーラナーもあったんですけど、高く売れる車なんですよね。ものすごい人気があって、値段が全然落ちない。それと比べると、アメリカも大人気がある、もしかしたら売り上げナンバーワンのピックアップトラック F-150。まだアメ車の中で価値がそんなに落ちない方なんだけど、全然フォーラナーとタコマと比べると、ぐっと落ちる。買った日から走り出すと、ぐっと落ちる車と日本車の違いが半端ないんですよね。
一つも面白い例になります。ベンズ、BM、ベントレー、高級車である車。買ってすぐに数十%が落ちる車です。走らなくてもそうなるのは普通なんだけど、日本車だけがそれがないのは、さっき言ったように信用されていることなんですよね。長く使える、乗れる、壊れない。トヨタ以外にも人気なのは、値段が全く落ちないのは、マツダ。マツダのロードスター MX5。ミアタと呼ばれてますよね、アメリカで。この車何年経っても、どんなにもう走行距離がすごくても、値段が落ちない。大人気で。その車の良さ、車好きの人がマツダのミアタ、ロードスターの良さがわかる人。値段が落ちないんですよね。どちらかといえば、多分買った時より値段が上がってるロードスターもあります。ファンが若い子から年寄りまでいて、おそらくマツダロードスターの場合は、マニュアルミッションがまだあること。いろんな進化と新しい電気関係の車の中でまだドライブとフェアな値段で安く楽しくドライブできるのはマツダの MX5 ロードスターは値段が落ちないんですよね。他に落ちないものは紹介します。ホンダもなかなか値段が落ちないです。ホンダシビック、アコード、ホンダ CRV、もうアメリカで大人気ですよ。壊れない、もうファミリーの自動車にするなら、ホンダが一番だというふうに言われている。ホンダ信者の多いアメリカですよ。ホンダしか今まで乗ったことない。お父様はホンダだけだったっていう人が本当にもうホンダの信者あって値段が落ちないんですよね。ファミリーカーの市場で強い通勤車として評価されているホンダ CRV、シビック、アコードは落ちないです。レクサス、トヨタ関連なんですが、レクサス GX、LX が全く落ちない高級ブランド。高級車といえば買ってすぐに落ちることは当たり前なのに、レクサスの GX、LX が落ちないです。最後に、日本のブランド。スバル。スバルまた頑張り屋ですよね。スポーツタイプの好きな私からも見ると、スバルすごい評価して、もうすごい価値のある、あまり落ちない車だなと思うんですが、どちらかといえばそっちじゃなくて、オフロード。もうコロラド州とか山のあるところに行くと、スバルだらけのところが多いですよ。西海岸のワシントン州とかって、ああいうところでものすごいブランディングと販売力とスバル、乗りっていうのはライフスタイルのことですよね。四駆で山のあるところ、環境にも優しいというイメージを作ったスバルの車もなかなか値段が、落ちないです。落ちない日本車と比べると F-150 買って5年以内に約半分ぐらいに落ちますよね。元の値段が。シボレーのシルバーラドもそうだし、半端ないです。エスカレードも50%ぐらい落ちますよね。日産の話してないです。自分は大好きな日産の中にすごい車とはあんまりすごく言えない車両もあります。日産の普通の乗用車が、値段がもったいないですよね。落ちますよね。それまた別の動画の時に、日産のストーリーをアメリカ国内でアメリカ人として見てきた日産の話も別でさせてもらいたいことがあるんですが、日産の中で値段が落ちないのが GTR ですね。アメリカ用に作られた、左ハンドルに2009年から始まった GTR が落ちないです。値段がどっちかといえば戻ってきている感じなので、持ちます。すごい車として評価されている。そしてあと日本車、もともとアメリカにない値段がどんどん上がる。日産といえば、GTR34、3233は半端ないです。ホンダといえば、アキュラの NSX ですよね。初代の RX7 とスープラ、トヨタスープラと旧車系の日本車がどんどん値段が上がっているアメリカの市場です。日本でもそうなんですよ。この間行ったらびっくりしました。R33 スカイラインが今、もうオークションレベルでも800から1000万出さないと買えないっていう話を聞いてびっくりしました。いろいろ理由があるんだけど、あくまでもアメリカ国内の市場。どんなに走っても、どんなに使われても、どんなにちょっとでもボロくても軽くぶつけられたものでも価値のある
日本車がすごいなということですよね。ジャパン、日本車、ジャパニーズカーの言葉に深い意味があるんですよね。アメリカ人に響く意味がある。日本イコールクオリティ、品質。日本イコール壊れにくい、よくできたもの、価値のあるもの。ジャパン、メイドインジャパン、メイドインジャパンじゃなくても、トヨタ、ホンダ、みんなもうアメリカに工場があるんだけど、日本の作り方、日本の品質などがものすごく普通のアメリカ人から車に詳しくなくても、ジャパンイコールクオリティ、高品質だというイメージがあるからこそ、今申し上げた日本車が古くなっても、走行距離がすごくても値段が落ちないこと、信用、信頼、それにたくさんのお金、力も入れた、注いだ日本のメーカー、日本人のサラリーマン、日本の工場で働く人たちにもう認めなきゃいけないんですよ、その努力というか、長年やっては、アメリカを見てもめんどくさいから手を挙げたんじゃなくて、欲しいから作れる、もっとその信用を作る時間がかかったかもしれないんだけど、すごい何年もかけてやってきたかもしれない価値があった。今のアメリカの市場で日本のブランドはそこまで愛されてますよね。素晴らしいことだと私は思います。工場営業も関係してきた人たちに感謝と敬意を払いたいと思います。スティーブ的視点のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。新しいグッズがたくさんあります。steve'spob.com というウェブサイトに全部あるので、そこに欲しいのグッズ、こういうのと、steve'spob のオリジナルキャップ、アメリカにしかない、日本に他にないものがいっぱいストアにあるので、ぜひチェックしてみてください。アメリカから送料がかかりますが、代わりにサイン付きのプレゼントも入れさせていただきますので、ご気軽にウェブサイトの方をチェックしてみてください。昔から思ったことは、多分この車の価値が下がる、日本車の価値が下がらない背景にもある。日本人はものづくりに得意。よくいいものが作れる。集中して一つに集中して、改良、改善があっても、ものをよく作っていくのは日本人の強みだと思います。アメリカにそれ全くないわけじゃないんですが、やっぱり車といえば細かいものです。車といえばいろいろもあるんで、それに集中して、アメリカのマーケットにも集中して、アメリカ人にアピールして、よりいいものを作る。日本のメーカーの努力がすごいなって、勉強になることなんです。アメリカのメーカーも見習った方がいい部分があるんじゃないのかなと強く感じております。日々前進前向きにサムズアップ的に笑顔でやっていきましょう。よろしくお願いいたします。ではまた次回まで失礼いたします。